皆さんこんにちは。さて、我が家ではマイナーチェンジ後のベゼル、プレイ、肉のモデルですね、ガラスルーフがついている、このモデルの方に載っております。いい意味でこいつやばいなと思った瞬間、また悪い意味でこれやばいなと思った瞬間っていうのがあります。今回はこのやばいなと思ったポイント、ここに焦点を当てて少しお話の方をしていきたいと思います。まずいい意味でこれやばいなっていうふうに思った部分、車を買う時の選択肢が非常に多いよというところ、これもやばいなっていうふうに思うところであります。このベゼル購入する時に内装を見ていただくとかっこいい黒内装っていうのもあるんですけれども、このプレイというまさにクレージュの白い内装を選ぶこともできるし、マイナーチェンジのベゼルで設定されたハントというモデルですね。あちらに関して言うと撥水シートなんだけれども、このシートの色も凝っていて、黒とか白の内装とは別方向のおしゃれさとかアクティブな楽しさっていうのがあったりという、結構3種類も正直内装のこの雰囲気っていうのが用意されているっていうところ、これって結構すごいことだと思うんですよ。そしてプレイを選ぶとこのパノラマルーフの方も選択できると。マイナーチェンジ前はもうパノラマルーフが必ずついてましたけれども、今回はガラスルーフつけるかつけないかっていうところ、これもね選択できるようになったというところで、同じ、ベゼルっていう車がポンとあるわけですけれども、これをね自分が好きな方向に寄せるような形でこの車を選ぶことができるというところ、この選択肢があるっていうことはすごいと思います。他のメーカーの SUV とか他のホンダさんの SUV を見渡しても、これだけさまざまな選択肢が提示されている SUV って見かけないんですよね。このベゼルという車はそもそもデフォルトでいろんなものを用意しているというところ、これやっぱりねすごいことだなというふうに思うところであります。特にそのマイナーチェンジ後のモデルでやばいなというふうに思うのが、この乗り心地の良さ、特にその跳ねがないっていうところ、これがね本当にすごいなと。一般的に走りがすごくいいよとか楽しいよって車って足回りも結構ガチッと固めてくると。例えば ZR-V すごく走り楽しい車なんですけれども、走りが楽しいがゆえにやはりこの車としてピシッと走らせるっていう意味で足回りが硬い。そうすると段差とかを通過するときにどうしても下から突き上げ感があったりとか跳ねやすかったりとか、そういったものが出てくると、これはもう走りが楽しいがゆえのねトレードオフという部分で出てきちゃっているところでやむをないところだと思うんですけれども、ベゼルに関して言うとこの走るのとても楽しいんですけれども、さまざまな段差っていうところにもしっかり吸い付いていて跳ねないっていうところ、こういったところがすごいんですよね。乗り心地という部分に関しての良さっていうところは非常にいいポイントだろうというふうに思っています。マイナーチェンジ前のモデルを私たちベゼル乗っていたんですけれども、そこからマイナーチェンジ後のモデルに買い替えた時に衝撃を受けたのが、やはりこれリセールの高さですね。一般的に SUV って今すごく流行っているので、リセールはもう結構高い部分になるんですけれども、やはりこのベゼルに関して言うとその中でも高いリセールを持っているというところがある。これはやばい、すごいなと。で決してですねリセール重視で車を選んでいくわけではないです。乗りたいなっていうふうに思う車、これを選ぼうというふうにはしているわけなんですけれども、乗り換えるというとタイミングに、なってリセールが高いっていうことはやはり悪い気になる人っていないと思うんですよね。その最後の最後まで乗って、そしてそのいろんな事情で車を買い替えるという中で最後もこのリセールというところで貢献してくれるっていう、その姿自身も含めて、最後までこのベゼルに乗っていてよかったなって思わせてくれるっていうところも非常にこの車のやばいなってすごいなと思う、そういったポイントになってくると思います。他社のハイブリッド車ですと、このアクセルをブッと踏んでいって強く踏んでいくとエンジンが鳴ると。でその音って単にエンジンが鳴ってるだけ、ブーンとひたすらブーンと鳴ると、そういう車が多いんですけれども、このベゼルに関して言うとステップアップシフト制御というところが入っています。これホンダ社の中でもさまざまな車にこれは入っているわけなんですけれども、
このベゼルに関して言うとステップアップしていく音とかがそういったものが結構分かりやすいというところもあります。ZRV とかに関して言うと結構速い速度域であったりとか結構本当に強くアクセル踏み込んでいくとステップアップしていくんですけれど、ベゼルに関して言うと小気味よくこうステップアップしていくような感触っていうのがより強いというところもあります。ですのでこの普通に走っていて通常で走っている時よりは高速道路であったりとか山坂道をぐっと勾配を上がっていくとか、そういうところでアクセルをぐいっと踏み込んで走っていく時とか、そういう時にアドレナリンをこう刺激するというか、自分の五感を刺激して楽しく走れるぞという、そういった気分を上げてくれるぞという、そういったこうステップアップシフト制御での音、これがねやっぱいいなっていうふうに思うんですよね。これはいい意味でやっぱりこの車すごいやばいなと思う、そういった部分になります。ステアリングをこう切っていく時の感触がねもう走っててこれやばいなっていう風に感じるんですよね。ホンダ車って気持ちいいんですよね、このステアリングフィールドの車に関しても。で特にその ZRV っていうところもとてもいいステアリングフィールがありますし、フィット RS もすごいいいフィーリングがあると。なんですけれども、このさまざまな車がある中で今回のこの改良という中でベゼルが結構 ZRV の方にも近くなってくる、すごいより質感の高い切っていった時のステアリングフィールになっているというのが印象的なポイントなんですよ。で実際に山坂道ワインディングを走っていってグイッとこう切り込んでいった時のこのハンドルから伝わるこの反力というか感触が気持ちよくて、やっぱいいなこれってなる。この辺りのね操舵する時の気持ちよさ、スッと車が動いていくその挙動の気持ちよさとハンドルから伝わる気持ちよさっていうんですかね、この辺りがやばいなというふうに思うというところであります。私もう一つこの車やばいって思うのはやっぱりね見た目です。マイナーチェンジ前もいいしマイナーチェンジ後もやっぱりね目を引くデザインだなっていうのはすごく思うんですよね。他の方が乗ってるベゼルを見ててもやばいなこれかっこいいなって思いますし、私が自分で乗っているベゼルも駐車場に置いてそれに近づいて外から見ている時もそうですし、もしくは、例えばその洗車とかを自分でしている時もそうなんですけど、やっぱり見ててね造形としてかっこいいなすごいなっていうふうに思うんですよ。この辺りの色褪せない感覚ってねやっぱりベゼルすげえなっていう。続いて悪い意味でこれやばいなっていうふうに思ったポイントについてもお話ししたいと思います。一つがね、これもいつもお話ししているところなんですけれども、最近もやっぱり乗っててねこれやばいなと思うのが狭い路地、狭い駐車場、そういうところでの取り回しです。これですね、そのグレードによって最小回転半径が異なるわけですけれども、私が乗っている Z グレード FF のモデルに関しては最小回転半径が 5.5 メートルというところで、なかなかね大回りな動きになりやすい車ではあります。車はある程度長い年数運転している人にとっては運転していて焦るシーンっていうのはそう多くないとは思うんですけれども、こういったそのベテランドライバーであったり何年も運転していたとしてもちょっとねこのベゼルを運転していてドキッとしてしまったりとかちょっと緊張感が走るっていうところがやはりこの狭い場所にこのベゼルで入ってしまった時の取り回しなんじゃないかなというふうに思います。例えば車を擦るとかぶつけるということが起こるっていうことはまずないんですけれども、切り返しが他の車と比べて多くなっちゃうだったりとか、左折とか右折とかで路地を抜けていく時にちょっと大丈夫かなと思いながらあれなんか回んないなと思いながら慎重に操作するとか、そういった場面ケースっていうのが結構ベゼルの方が増えやすいかなと、この辺りの取り回しというところがちょっとやばいなというふうに感じるところです。もう一つのやばいなっていうふうに思うポイントというのがやはり渋滞時のホンダセンシングの精度ですね。これもよくお話をさせていただいているところですが、高速道路私走ります。旅が好きなので、いわゆる中距離、片道50、60ぐらいの、ちょっとしたお出かけではなくってもう片道300キロとか400キロっていった長い工程をベゼルで走るっていうこともしています。
長距離運転をするドライバーっていうのは疲労っていうのが蓄積されてくると。でこの疲労の蓄積を軽減してくれるのがやはりホンダセンシングであると思います。これですね、本当通常の流れてる道であれば全く問題ないんですけれども、やはりこの渋滞に入ってきた時に結構ドキドキする挙動をしてしまうというところ、初めてこのねベゼルのホンダセンシングを使った時、渋滞路に入ってきてちょっと荒々しい挙動をしてしまった。そしてマイナーチェンジ後、これ多分改善されてるかなと思ったら改善されてなかったというところで、ちょっとやはりね渋滞時のホンダセンシングの扱いっていうのはちょっとヒヤリとするとかドキリとすると、そういった部分っていうのがあるかなと思います。これは車自体の問題ではないのであまりお話はしないんですけれども、本田さんとしてナビゲーションシステムというのはぜひ改善してほしいなというふうに思っています。その改善策ということなのか、シビックの RS では Google の方のナビがつくような形になってきているので、もしかするとなかなか改善難しいから、今後の新しく出てくる本田さんの車に関してはあちらのナビゲーションシステムっていうのが標準になってくるのかもしれないんですけれども、あれはあれでもしかしたら使い勝手、Google さんの、地図を使ってるっていうところもあるので、目的地検索はすごく良くなるはずなんですけれど、ルート検索とかね、あの辺りがどんなものになるのかなっていうのはちょっと気になる。特に Google のナビAndroid オートですね、あれは私もよくいろんな車で、自分で使ってるんですけれども、本当にねもう狭い道とか軽自動車でギリギリ通れるような道を普通に指し示してくる、ここを通りましょう近いからっていう形で、結構ね細い路地とかそういうところ、もしくはもう明らかにその車幅の制限があるような3ナンバーの車通れないよっていうような道でもこちら行きましょうっていうふうに指し示してくるのが Google のナビなので、こういった形での目的地までの経路検索をされると困った事態に陥る可能性もあるので、今後ね本田さんの車にそのナビゲーションシステムが普及してきた時にどういう形になるのかなっていうのは期待半分不安も半分みたいな、そういうところでもあるかなと思います。ということで今回はこのベゼルという車に乗ってさまざまな場所に行く中でいい意味でやばいなと思ったところと悪い意味でやばいなと思ったところ、このポイントをお話ししました。今回の動画面白かったな、参考になったなと思っていただけたようでございましたら、よろしければ高評価ボタンだけでも押していただけると嬉しく思います。チューチュー TV では今後もベゼルに関する動画の方を出していくことを予定しておりますので、よろしければこの機会にチャンネル登録をしていただけると嬉しく思います。ここまでのご視聴ありがとうございました。